こんばんは、はるけです。今回はディフェンダー限定の両コスパ選手ベスト11になります。個人的にコスパがいい選手を紹介するものになってます。今回はディフェンダー限定ということで、11名ですね、おすすめのコスパ選手たちを紹介していければなというふうに思います。それでは、早速紹介をしていきます。まずは TOTW ディロレンツォですね。ディロレンツォ。ディロレンツォ値段的には5万で、買うことができます。イタリア人の、サイドバックと。いうことで、ミディミディはね、若干気にはなる部分ではありますし、逆足さんもね、気にはなるところではあるんですけど、やはりスピード、ペースがあって、それなりに守備力があるという風なところで、個人的には、全然使えるような、選手にはなるのかなという風に感じます。視野がね、そこまでないので、それこそ ST じゃない、サイドハーフ、前の選手が、めちゃくちゃ空いてるっていうようなところにスルーパス一戦みたいなのは、ちょっと通らないかもしれない。ですけど、基本的に5万の中でいくと、もちろん、ね、マイナスというか、物足りない部分はあるんですけど、非常に、5万の中ではいいのかなっていう風に、感じますね。ペースの偉大さ、っていうのが、それに感じるような、選手にはなるのかなという風に思います。で、そして次はファンタジーフットシュクリニアルですね。シュクリニアル。シュクリニアル値段的には4万2000で、買うことができます。ミディハイじゃないね、ローハイか。守備の意識高いっていうのがいいですね。攻撃が低いのはちょっと気になるかもしれないですけど、それでも、非常に対人が、強くて、そこまで貫通がしづらいような、選手にはなってます。あとはフィジカル負けっていうのはそこまで、ないですね。スピードが若干遅くて、五分五分の時に、相手の方に先触られてっていうような時は、なきにしも。ですけど、ある程度裏ケアをしてれば、しっかり取ってくれるような選手にはなりますし、リアクションレスさんもね、非常に90を超えてて、いいなという風に感じますね。パスの部分が少し、ちょっと、気になってしまうとこではありますね。結構パスのところがマイナス点かなっていう風に自分は感じます。特に逆足は本当に気をつけた方がいいかな。左足で、右足ではいいんですけど、左足で出した時のちょっとパスの弱まり具合、っていうのはどうしても体勢とかと、加味すると、ちょっとそこでまた取られてしまって、でもセンターバックが取られるってなるとね、もうより1点失点する確率が高かったりするので、左足のパスっていうのは結構要注意、ではありますけど、基本的にそれ以外は、ほぼ完璧。特に守備面に関しては、特に貫通しないですし、おすすめにはなるかな。4万2000なんで、非常におすすめになるかなというふうに感じます。で、そして次はヒーローのルシオですね。ルシオ。ルシオ値段的には30万で、買うことができます。この選手も安くなりましたね。もともとね、このヒーローから始まってワールドカップヒーロー、そしてトロフィータイタンの、ルシオっていうような感じになってきたんですけど、一番、初期というか、このルシオでもめちゃくちゃ強いです。30万で買えるレベルではないですね。で、スピードは82なんですけど、そこまで遅さを感じないっていうのはこの人の不思議さでもね、ありますね。で、あとは守備面に関してはめっちゃ高い。もともとこれだったので、めちゃくちゃ高いっていうようなところで、フィジカルも強い、そういう風な選手にはなります。あとはそういう風な選手が取った後もしっかりつなげる、っていう風なところがいいかなっていう風に思います。この人もね、同じく逆3なので、ちょっと逆足には気にしないといけないんですけど、元々の、パスの能力が、それなりに高いので、シュクリにあるほどの、ズレっていうのは、ないんですけど、それでも、やっぱり3なんでどうしても能力下がってしまうので、できるだけ右足出すっていうことを意識した方がいいかなっていうふうに思います。敏捷性とかもね、高いです。センターバックの中では、まだある程度ボールを持てるような、選手にはなりますし、海外の選手の中ではですね、海外の人の中では、セリエ、
のセンターバック30万以内っていうところでいくと、この人トップにはなってるので、まあ比較的やっぱり、プロの選手も認めるぐらい、もうこの初期のルシオですらかなり強い、そういう風な選手にはなります。そして次はフューチャースターグバルディオルですね。グバルディオル。グバルディオル値段的に21万で、買うことができます。まあ、少し、ケミ的な部分から考えると高いかもしれないんですけど、もっとプレミアとかだったら、もう本当に多分50万レベルの、選手にはなってるので、まあ何回この人もね、紹介をしていて、まあ自分自身もかなりこう信頼を置いてるような、選手にはなるので、まあ本当にペースがあって、守備力も高くて、フィジカルでも負けなくて、ドリブルも軽くて、パスも出せて、逆足4なんで、まあえぐいですよ。普通に考えて。普通に考えてちょっと揃いすぎてる、そういう風な選手にはなってます。で、貫通もしないですし、強いて言えば冷静さの部分が、ちょっと、低いなっていう風に感じるんですけど、それでもね、別に、そんなプレーになんかめっちゃ影響してるなっていうこともあんまりグバに関してはないので、めっちゃいいですよ。普通にめっちゃいい。ケミが合えばもう自分ずっと使ってるっていう風なレベルの選手なんで、まあちょっとね、グバ TOTS、ブンデスの TOTS で来るかどうかわからないんですけど、かなりね、来たらね、ほんまやばいですよ。もうグバのために、スカッと変えてもいいレベルで強さっていうのはあるんじゃないかなっていう風に思います。フューチャースターの頃に、来た、センターバックとしてはめちゃくちゃ安くて、これだけ安いので、安いのに TOTY を止められる、そういう風な選手はグバだけだったんで、まあグバとかアラウホとか、そういうようなレベルの選手だったんで、この安さ考えたら、この安さで TOTY 止められる選手、まあいないなっていう風に感じるレベルの、選手なんで、まあ、ケミが合えばね、ほんとまあ、自分だけじゃなくて、もっといろんな人使ってると思うので、まあそこはね、難しいところではあるんですけど、本当にコスパがいい。マジでちょっとレベルが高いなという風に感じるような選手なので、この人も引き続きおすすめかなという風に感じます。で、そして次は TOTY 特別賞、クリバリですね。クリバリ。クリバリ値段的に30万で、買えます。まあ、ルシオと同じですね。この人も逆足4、素晴らしいですし、ミディハイっていうのも素晴らしいですね。で、本当にフィジカルの強さっていうのがありますし、守備力っていうのもかなり高いような選手にはなってます。ドリブルに関してはどうしても重さは、ありますし、重たさ、ドリブル挙動の重たさ、っていうのもあるので、よっこらせみたいなのがたまにはあるんですけど、守備力、ペースも込みでの守備力っていうのは本当に高いですね。相手に TOTY 特別賞の食い割りいること多分多いと思うんですけど、やっぱりチェルシーでカンテが来たことだったりとか、ケミ的にもね、チェルシーの選手が強くなってきてるので、まあそこで救いやすい。まあジョア・フェニックスとかも来たので、まあそういうところでケミはある程度組めるっていうようなところで、まあかなりよりクリバリの強さっていうのを認識、してる段階ですね。この人もね、まあ50万レベルの選手だったんで、今では30万で買える。まあボヌッチがね、来たことも、ね、やっぱりそういうのも影響してるかもしれないんですけど、かなり安い、コスパの選手かなという風に感じるので、まあめっちゃ強いですよ。特にまあフィジカルなんかは負けないですし、そういう選手がね、スピード85でグイグイ来るわけですから、本当に強さっていうのはあるような、選手にはなります。で、そして次は TOTW、ポッシュですね、ポッシュ。ポッシュ値段的に16,000で、買うことができます。まあ、ペースが速い、そういう風な選手にはなってます。で、フィジカルもまあ、ある程度、あるんですけど、まあ、身長も189あって、そういう風な選手で、まあ、フィジカル結構大きいサイドバック、そういう風な選手。だからちょっとね、ムニエとかに似てるかな。そういう風な選手にはなっていて、まあ、敏捷性とか、まあ、ちょっと低いので、またパスの部分、視野とか結構低いので、サイドバックよりかは、センターバック、本当にコスパのセンターバックかなっていう風な、選手ですね。守備面も結構高いので、結構能力だけ見るとね、これが16,000かって思う方多いと思います。普通にペースも速いし、守備力高くてフィジカルもあるっていうような選手。積極性がね、ちょっと低いのは、個人的に守備の選手としてはなんか気にはなる部分では、ある。もうちょっとあった方がいいのかなっていう風にも思うんですけど、まあそれでもリアクションレート高くてっていうような選手で、まあケミだけですかね、セリエで組めれば、
この人本当にコスパです。本当にコスパ16,000で買えて、普通にいいなっていう風に思うので、初心者の方はぜひちょっと使ってみてほしいな。そういう風に思います。で、そして次はウィンターワイルドカード、クロスターマンですね。クロスターマン。クロスターマン値段的には25,000で、買うことができます。ウィンターワイルドカードね、スキルが5に変更されたんですけど、できれば逆足が5になって欲しかったなっていう風なところで、身長も190近くありますし、ペースも速いっていう風なところ。若干ね、ウィンターワールドカードの時も使ってたんですけど、普通に良かったです。普通に良かったんですけど、これまで紹介をしてきた、ポッシュ以外ですけども、普通にセンターバックの選手としては、若干貫通はするかなという風なところ。なんかね、身長189あるんですけど、なんかね、線が細いような、タイプで、こうガツンとした、力っていうのはそこまで感じなかったかなっていう風に思います。ほんと動かしやすいですし、ペースもあるのでいいんですけど、25,000って値段考えたらめっちゃいいです。めっちゃいいんですけど、ほんとトップの、選手っていうのを使いたい人からすると、そうですね。やっぱ先ほどのクリバリとかルシオとかの方がいいかなっていう風な、ところです。それでも25,000で、使えるレベルの、クオリティの選手ではないので、普通に守れる、っていう風な選手ですね。それこそクロスタマンとグバでやった時もありましたし、普通に個人的にはやっぱ使える、そういう風な選手にはなっていて、あとね、サイドバックもね、一応ね、できるんですけど、個人的にやっぱ視野もね、そこまでないので、センターバックとしてはおすすめかなっていう風な、ところですね。3バックの一角とかだったら結構いいんじゃないかなっていう風に、感じますね。普通に全然やれます。で、めっちゃ安いです。25,000はめっちゃ安い。で、そして次は TOTW、デリフトですね。デリフト。デリフトの値段的に39,000で、買うことができます。ミディハイっていうのは素晴らしいですし、ペースが若干ね、遅いかなっていう風に感じるときあります。ですけど、フィジカルも高くて、空中戦も強くて、対峙の守備も、しっかり取ってくれるっていう風な部分が、この人の良さかなっていう風に思います。で、あとはドリブルに関してもね、重たさっていうのは、あるんですけど、そんなにめっちゃ持ちづらいっていう風なことでもないかなっていう風な、ところですね。で、やっぱりね、重たさが感じられるようなセンターバックにはなるので、あらかじめ、それこそ裏ケアとかはしといた方がいいかなっていう風な、感じの選手ですね。TOTS とかで選ばれる可能性かなり高いと思います、自分は。TOTW 何回も選ばれてるので、活躍している証拠かなという風に感じますし、ちょっと TOTS のデリフトはめっちゃ楽しみですね。もし来るんだったら、かなりペースの部分もね、大きく改善をされて、ドリブルのところだったりとかも、改善されるでしょうし、守備力はそのままにっていうようなところにはなるので、かなりTOTS が楽しみではありますし、この黒の89でも39,000はめっちゃ安いなっていう風に、自分は感じます。で、そして次は、フューチャースター、バディアシルですね。バディアシル。バディアシル値段的には5万で買うことができます。本当にそれこそクリバリ、ね、同じチェルシーなんで、クリバリまで行くまでの、ちょっと妥協点というか、安くてこの人でしのいでコイン貯めながら、この人クリバリに変える。そういう風な、ね、妥協点にもなれるような選手にはなります。普通にね、そんなに悪くないです。全然使えます。全然使えますし、やっぱり守備能力も高くてフィジカルもあるので、取ってくれる場面っていうのは多いですし、ペースもね、スプリント速度が速いので、あんまり遅さを感じずに自分は使えました。で、やっぱり若手なんですけどね、リアクションレースが高いっていうのが非常にいいですね。この人もね、積極性がちょっと低いので、そこの部分が出てしまったなっていう風な、シーンはあるんですけど、足出してくれなかったりとか、そういうのはあるんですけど、比較的5万だったら、おすすめかなっていう風に思います。ケミもね、組みやすいです。チェルシーだけじゃなくて、フランス人っていうのも、ケミ組みやすいですし、左利きっていうことでね、左センターバックも任せれるっていう風なところ、190超える高身長っていうこともあるので、普通にいいかな。全然使えたなっていう風に感じます。で、この人はね、一回ね、8万か9万とかの時に自分はコスモ選手で紹介をしてるんですよね。で、今5万なんで、全然
おすすめというか、引き続き、おすすめしたいような、センターバック、バディアシル、そういうような選手になってます。普通にね、やれます。全然やれる。そして次は TOTW、トモリですね、トモリ。トモリ値段的には4万6000で、買うことできます。まあ今作ね、初期からやってる方からすると、この黒のトモリ、4万6000なんかって思うというふうに思います。めっちゃ安くなりましたよね。でね、このね、黒のね、トモリに関してはね、全然この人も今でも使えるというか、まあ先ほどフューチャーさんのバディアシルより前に出てきてるような選手なんで、まあ本当にこう、寿命が長いというか、全然使えますよ。普通に今でも。で、ペースも速いですし、対峙の守備っていうのもね、ある程度できる。そういう風な選手にはなりますね。で、この、黒のトモリより1個上のね、ウィンターワイルドがあるんですけど、ウィンターワイルドはね、20万ぐらい、21万ぐらいなんで、そっから考えるとね、本当にこのトモリはね、コスパがいいという風に思いますね。かなりね、いいです。普通に4万台で買えるレベルの選手じゃないんですよね、本当にこの人は。で、逆足も4なんで、やっぱこう逆足でのパスっていうのも、まあ、パス能力はね、めっちゃ高いっていうような選手ではないんですけど、まあ、それなりにつなげるっていう風な選手になりますし、空中戦もね、そんなには負けないですね。まあ、もともとね、身長も185、そんなに高くはなくて、ジャンプ85なんですけど、そんなには負けない。そういう風な選手にはなってます。結構ね、トモリは、おすすめですね。マジで4万で買える選手じゃない。それぐらいの強さです。で、そして次はファンタジーフット、ウパメカノですね。ウパメカノ値段的に19万で、買うことができます。まあ、この人も強いですね。19万クラスではないですね。もうちょっと高くあってもいい。25万とか30万とかあってもいいかなっていう風に感じます。で、このウパに関してもね、今週使ってたので、まあ全然やれますね。やっぱさすがウパだなっていう風に思うシーンもありますし、スピードは速いので、まあ裏抜けにも対応できる、そういう風な選手になっていて、守備力がかなり高いですね。かつ守備力高い。ペースも速いのに守備力高い。そういう風な選手で、まあフィジカルもね、強くて、まあ体で負けない。センターバックとして、やっぱこう、対人の強さっていうのは高いですし、まあ敏捷性だったりとかはありますし、まあ、この人も全然強いですね。マジで強い。まあフランス人っていうことで、ケミも合いやすい。ですし、まあ積極性だったり高い。まあ冷静さがね、もっとあれば、いいのかなっていう風に感じる、選手ではあるんですけど、それ以外は正直ほぼ完璧かなっていう風に、思いますね。まあ十分使えるような選手として、まあ19万はマジで安いかな。この選手も本当にコスパがいいかなっていう風に思います。で、そして番外編としてはボヌッチですね。まあ SBC で作れる選手であるんですけど、まあ14万で作れる選手のクオリティではこの人も、なくてですね、逆足が4っていう風なこと、かつ、まあドリブルもある程度しやすかったですし、パスも上手いっていう風なところ、で、レデザーもめっちゃ高くて、やっぱ取った後に取られにくいっていう風な、ところではありますし、まあペースも速くて、守備に関してやっぱしっかり取ってくれる。まあ貫通今のところはほぼないかなっていう風な、選手にはなっていて、積極性も高くて空中戦もね、強いっていう風な、選手になりますし、個人的にはかなりおすすめ。まあ、いろいろね、動画見てくださった方もおられると思うんですけど、まあ、作った方がいいのかなという風に、感じる選手ですね。まあ、っていう感じで、これがディフェンダー限定の両コスパ選手ベストルームになります。また、ミッドフィルダーだったりフォワードの選手、やっていきたいなという風に思うので、まあ、少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいねと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。